はい、どうも、浦瀬です。今日はですね、デスクの改造についてお話ししていきたいと思っております。タイトルにもある通りなんですけどね、電動昇降式デスクの足をね、買い替えました。で、これね、何に買い替えたかというと、もともとね、フレキシスポットさんの EF1 っていうですね、モデルの足を使っておりまして、かなりね、電動昇降式デスクの中でコスパのいいモデルとして気に入って使っていたんですけれども、今回ですね、そちらから同じくフレキシスポットさんの E7 っていうモデルにね、買い替えをさせていただきました。で、Amazon のプライムデーセールでちょっと安くなってたと、ために貯めたですね、Amazon ポイントを使って買い替えたんですけれども、なんでね、わざわざ同じフレキシスポットのモデルをね、チェンジしたかっていうところ、ちょっと理由をね、お話しさせていただいて、今後ね、電動昇降式デスクを購入検討されている方に、ちょっとでも参考になればいいかなと思って、自分のちょっと失敗談なんですけど、ご説明というか、情報の共有をね、していきたいと思っております。まずね、この2つのモデルの違いをね、簡単にだけご説明するんですけど、で大きく分けて4つ違いがね、あります。で、1つ目がまずね、価格。で、2つ目が耐荷重。で、3つ目がモーターの種類。そして4つ目が高さ。調整できる高さの幅ですね。になっております。1つ目のね、価格については、もともと EF1 が3万円ぐらい。で、セールしてたら2万円ちょっととかで買える、かなりコスパのいいモデルになってまして、で、対し E7 はですね、もともとがだいたい5万7千円ぐらい。で、セールしてると4万円ちょっとで買える、そんなようなモデルになってまして、価格差で言うと実は2倍ぐらいね、差のあるものになっております。で、2つ目の耐荷重のところにつきましても結構差があって、EF1 が約70キロ、対して E7 が125キロまでね、耐荷重があるというところで、結構ね、そこの部分は違いがありますね。で、3つ目、モーターの種類なんですけど、EF1 がシングルモーター、1つのモーターで走行をね、するっていうものに対して、E7 に関してはダブルモーターになってまして、2本のね、足があるんですけど、それぞれにモーターがついていて、走行してくれるっていうものになります。このモーターがね、2つになることによって、さっきのね、耐荷重っていうところも上がりますし、あとね、出力がやっぱ上がるんで、余裕を持ってね、走行することができて、動作音とかもね、若干静かになるというメリットがあります。で、ただね、正直言うとですね、EF1 に関しても、全然十分な性能を持っていまして、耐荷重も70キロっつったらね、こと足りると思いますし、実際自分もね、動作音も別に気になってなかった。モーターが一つなことによってのデメリットみたいなものってあんま感じたことなくて、耐荷重も全然余裕だったし、動作音もね、全然気にならない。で、価格面も安いっていうことでめちゃめちゃ気に入ってたんですけど、なんでね、今回買い替えたかっていうと、もう最後の高さ、走行できる幅のこの高さが原因で今回ね、モデルをチェンジさせていただいたというものになっております。そんなさ、高さなんてスペック書いてあるんだから、そんな失敗しないだろうというふうに思われるかもしれないんですけれども、EF1 がね、もともと調整できる幅が最小で71センチから120センチぐらいまで高さを上げれるというモデルになってまして、このね、最小の71センチっていうところが、ちょっとね、ネックになりまして、もともとこの71センチっていう高さ自体は、自分としてはね、ちょうどいいというか、椅子座るにあたって、負荷なくね、作業ができる高さというところで使っていたんですけれども、最近ですね、フレキシスポットの追加パーツであるキャスター、ローラーをね、足の裏に取り付けたんですけど、これが便利で、自分結構気分屋なんで、部屋のレイアウトとかね、すごい頻度で変えてるんですけど、そのたんびにですね、この重たい机を動かすってなった時に、このキャスターがあるとないのとは全然違っていて、このキャスターがマジで便利だっていうことに、今更ながら気づきまして、で、これをね、取り付けてたんですけれども、そうなると高さがね、このキャスター分、プラスアルファになっちゃって、だいたい3センチから4センチぐらいかな。元々のデスクの高さからプラスアルファになっている。ちょうど良かった71センチっていう高さが
75センチぐらいになることによって、ちょっとね、あれ高いなってなっちゃったんですよね。これがね、もう大誤算ですよね。もともとキャスターなんてつけるつもりなくて EF1 買ってたんで、後からつけてみて、で、このキャスターの便利さを知ってしまったがゆえに、キャスターを取り外すっていう選択肢がもう自分の中ではなくなってしまって、ってなるとですよ、もう高さを71センチまでしか調整できないこの足は、より高さを低くできる足に変えるしかないという結論に至りまして、キャスターをつけたとしても、自分のね、好きな高さにできる70センチぐらいにできるモデルに買い替える。そういうね、決断をさせてもらったわけです。E7 に関してはですね、最小で 60.5 センチ、高さも 125.5 センチまで調整することができて、かなりですね、低くすることができるんで、キャスターをつけたとしても、最小がだから65センチぐらいになるのかな。ってなったらですね、かなりです。自分の高さ、いわゆる自分の体に合わせた高さにすることができつつ、ちょっとね、移動したいな、部屋模様替えしたいなってなった時に、すぐにね、移動させることができるキャスターもつけれる。これはね、マジで買い替えてよかったなと思っております。なんでね、ここからは2つのモデルに関してね、それどういう人におすすめかっていうところをね、まとめますと、EF1 に関しては、かなりね、身長が高めの方、そういう方であんまり模様替えしない。だからキャスターをね、つける予定がない。正直全然キャスターなくても移動させることはできるんですけど、頻繁にしないっていうね、そんな方。で、やっぱりね、値段をね、安く済ませたい方っていうのは EF1 かなりね、おすすめなんじゃないかなと思っております。自分もね、結構長いこと使ってて、正直、キャスターをつけた時の高さの部分に関して以外はですね、何の不満もなく使えていたんで、めちゃめちゃいいね、モデル選択肢になってるかなと思っております。で、逆にね、E7 をおすすめする方なんですけど、模様替えを頻繁にする人、というか、机をね、簡単に動かして微調整したい、そういう人にはね、マジでこのキャスターをつけることをおすすめしますので、そうなった時に、やっぱり高さをね、日本人のやっぱり体格とかに合わせて高さを調整するとなると、結構低めにね、できるモデルの方がおすすめになりますので、そういう方に関しては、この E7 がですね、おすすめのモデルになるかなと思っております。他にもね、フレキシスポットさん以外にも、他のメーカーで結構この電動昇降式デスクも出てきているので、そこもね、高さの調整できる幅、その辺をしっかりと見ていただいて、購入ね、していただく一つのね、検討材料にしてもらったらいいんじゃないかなと思っております。とこんな感じでですね、今日はちょっと短めに動画なんですけれども、電動昇降式デスクをね、買い替えましたよっていうご報告でございました。これに関してはね、ちょっとどうしようかなと思ってはいたんですけど、どうしてもこのキャスターの便利さをね、手放したくなかったというところと、長時間やっぱりデスクで作業するんで、座った時のね、高さが合わないっていうところが結構死活問題でして、ずっとね、立ってスタンディングで作業するわけにもいかないので、そういった面ではですね、自分への投資ということで、あと、結構ポイントが溜まってたんで、それを消費するっていうところも踏まえてですね、今回はちょっと買い替えをさせていただきました。おおむねね、満足でございます。かなりね、使いやすくなったと思っておりまして、今後もね、このデスクを使って、いろんな作業、いろんな動画とかの作成をね、していければなと思っております。でこのチャンネルですね、こんな感じでデスク周りのガジェット関連でしたりとか、正機材等々のご紹介をさせていただいているチャンネルでございます。日々ですね、やっぱデスクの快適さを求めていろんなガジェットをね、試していますので、ぜひですね、チャンネル登録していただければ嬉しいです。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。